皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の9月の16日月曜日ですね。時間が今日も大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時29分と10時半ですね。ということは8時半の予定よりも2時間も遅れたということで、申し訳ありません。今日はのワイワイニュースライブは通算で2852回ということで、一元放送のツイキャスの媒体で、正面からカメラが放送してますということで、現時点で音声も映像もですね、問題なく配信されているということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、大手マスコミの嘘に騙されるなと。日経新聞による安倍内閣支持率 59% は大嘘であると。大手マスコミによる内閣、支持率調査は全面禁止せよというのが今日のメインテーマです。ということで今日の放送を始めたいということで、最初は、先週の金曜日に放送しましたメインテーマですね。日本国民を騙されてはいけないと。日本のマスコミは小泉進次郎がジャパンハンドラーズの司令塔米 CSIS の工作員だという正体を隠しているという、テーマでしたね。で、その YouTube 向けの表紙をですね、作っていただきましたんで、これですね。騙されてはいけないと。小泉進次郎の正体ということなんですけど、ここで注目はですね、小泉進次郎の後ろに群れているこいつら一体何なんだと。芸能記者かと。芸能記者じゃないんですよね、彼らは。政治部の記者なんですよ。これだけの人数の人間がですね、小泉進次郎の正体を一切明かさないと。国民を騙してると。こういうことなんですよね。で、この放送の現時点での視聴者数っていうのが、ツイキャスだと457名と。で、YouTube がですね、すごいんですね。7400名ということで、合わせると7857名ということなんですね。で、これが小泉進次郎の正体に騙されるなというテーマの第2弾なんですけど、第1弾がこれだったんですね。日本国民を騙されてはいけないということで、滝川クリステルとなんか結婚の報告を首相官邸に、しに行ったと。その帰りにこのような意図的なですね、記者会見を行ったということに騙されてはいけないよという、こういうテーマで放送したんですけど、これが、放送したのが8月の9日ですから、1ヶ月ちょっとですね。1ヶ月と1週間前に放送したんですけど、これがすごいんですね。ツイキャスはまあ565名なんですけど、YouTube がですね、3万3000回再生されてるんですね。ということなんです。ですから小泉進次郎の正体に騙されてはいけないよというのが今ホットな話題だと思うんですね。ということです。そして今日の映像ですね。今日の映像は、最初がサウジアラビアの石油のパイプラインがドローン攻撃にあって、日産石油の半分がですね、停止状態になっているということで、1日570万バーレル、通常だったらその倍なんですね。
1100万バレルぐらいなんですけど、それが半減してるということなんですね。でこれのドローン攻撃をしたのがイエメンの反体制、武装組織フーシ派と言われるイランが後ろ盾になっているイスラム武装組織なんですね。シーア派ですね。そしてイエメンで、サウジアラビアやカタール等々の産油国が支援しているイエメンの政府に対する闘争を行ってるんですけど、今サウジアラビアの最大の弱点ですね、これを狙われたということで、おそらく、明日以降日本の石油価格も大幅に上がるんじゃないですかね。4、5円上がるんじゃないですかね。今日1リットル139円だったんですけど、おそらく明日以降上がると思いますね。から2つ目がですね、河野太郎の大嘘ということで、彼は安倍晋三に取り込まれる前はですね、自民党内の良識派みたいな仮面をかぶって山本太郎とツーショットで脱原発とかなんか言ってたんですね。これそうですよ。でも安倍内閣に取り込まれた途端ですね、脱原発は完全にしまい込んだということで、これを突っ込まれたんですよね。面白い、映像がありますんでね、これを後で URL をアップしますんで、ぜひご覧ください。要するに、防衛庁長官に就任した最初の会見の最後にですね、共同通信のなかなか鋭い調査報道の記者が、石井行さんという、私知らなかったんですけど、防衛庁担当の編集委員のベテラン記者なんですね。こういう方なんですね。彼が最後に、お聞きしたいと。で河野太郎氏はかつては脱原発を信条としていましたけど、現在の防衛庁長官としての立場ではこれが変わったんですかどうかというふうに直接聞いたんですね。だから彼は色をなしてですね、それは所管外だと、関係ないと言ったんですね。これか。今日の映像ですね。でその石井行記者が、大臣はかつて脱原発の考え方をお持ちでしたが、現在のポストで変わらないんでしょうかと直接聞いたんですね。そしたら彼はちょっと動揺して、所管外ですからお答えは差し控えますと。で石井記者はしつこくですね、一政治家として聞きますと。河野大臣所管外ですと。一政治家として聞いてんですよと。結構ですと。なんで答えないんですかと。一政治家として関わってんでしょうと。河野大臣、閣僚ですから、閣僚として所管外のことだけ点々点ということで、さらにですね、政治家でしょうと、あんたは失礼しますということで会見を打ち消して彼は逃げてったということなので、これの映像がありますんで、ぜひ、見てください。
とんでもないやつですよ、この河野太郎っていうのは。そしてそれでこの石井行さんという共同通信の記者はですね、本を書いてるんですね。自衛隊の闇組織秘密諜報部隊、別班の正体という講談社現代新書、これは去年の10月に発売されたんですけど、こういう本を書いてるんですね。だから単にこうたまたまこのような質問をしたんじゃなくて、もう完全に彼は東京新聞の、望月記者と同じように、調査報道記者として本来のジャーナリストとしての立ち位置をしっかり持ってる人なんですね。まだいたんですね、共同通信にも。ということです。そして彼の本ですね。石井さんの書いた本です。これ帝国陸軍から引き継がれた負の遺伝子と、自分を偽装した自衛官が国内外でスパイ活動を行う別班に、迫った衝撃レポートと、こういう本を書いてるんですね。自衛隊の闇組織石井行と秘密特殊部隊別班の正体と、これぜひ読みたいですね。これ朗読してもいいですよね。ということです。今日の今までのポイントをアップしますね。まず表紙ですね。先週金曜日の表紙。あれ、マイナス30。正体を隠していると。日本のマスコミや進次郎がジャパンハンドラーズの工作員であると。これほどのジャーナリストと、自称ジャーナリストですよね、彼らね。芸能ジャーナリストだろうと。芸能記者じゃないか。これだけの人数がいいんですよ。これ全部芸能記者じゃないんですよね。政治記者ですよ。政治部の記者ですよ。記者クラブ記者ですよ。誰も彼の正体を言わないと。ジャパンハンドラーズの司令と米 CSIS 戦略国際問題研究所の工作員だと育てられたんですね。マイケル・グリーンの愛弟子ですよ。それとから現時点での視聴者数ですね。それでも7857という、これどんどん増えるでしょうね。それと去年ですね、第1弾として滝川クリステルと一緒に首相官邸で記者会見を開いたと、こういうやつですね。第1弾。この第1弾の再生回数がすごいんですね。3万3000、3万人の方が見ているということですね。
ですから私のこういうふうな、いわゆる情報発信活動が最終的には100万人ぐらいまでのところに届くと。最終的には1000万人なんですけどね、とりあえず1万人、10万人、100万人のところまで届くようにしたいですね。砂月さん、小泉進次郎が日本人の人口、削減を容認している件と、マツコ・デラックスの小泉進次郎大嫌い発言もということですね。だから彼は要するに頭が良くないですから、全てマイケル・グリーンの言ってることを指令命令が来るわけですよね。で6000万人、日本の人口は6000万人に削減するという計画を彼らはすでに持ってるわけですよね。でそれに対して、世論誘導のための彼は情報発信を指令されて言ってると。彼自身が思いついて自らの考えを述べるんじゃなくて、こういうふうに発表しろと、記者会見しろと、発言しろというふうに言われて、それを忠実に実行しているということでしょう。砂月さん、ビル・ゲイツ、ワクチンで人口削減が可能ということで、そうなんですね。だからもうロシアで国際金融マフィアの司令塔、イルミナティ等々は世界の人口77億人を最終的には10億人まで削減するという、人口削減計画というのはもうすでに確定してるんですね。そして日本は6000万人だというふうに決めてんじゃないですか。ということです。そして、今日の画像ですね。サウジアラビア、これはサウジアラビアの一番弱いところを見事に、ついたんですね。から河野太郎の嘘つき河野太郎の証拠写真、脱原発、だからあの時は山本太郎の河野太郎の正体が分かんなかったんでしょうね。とんでもないやつだっていうのは分かんなかったんでしょうね。要するに自民党内で、自分の立ち位置を目立たせるために、自民党の方針とわざと違った方針、脱原発等々をわざと出したんですね。それで安倍晋三に、注目されるということで、安倍は彼を取り込むことによって、自民党がより幅広い、意見も安倍内閣っていうのは取り入れてるんですよということを、強調するために彼を取り込んで、彼はもうすっかりその気になって、安倍のナンバーワンの中心になっちゃったということなんですね。でそこを、共同通信の石井行記者に突っ込まれると、もうそこ回答を所管外ですから回答を拒否して、会見場からなんていうんですかね、逃げてたということなんですかね。白人は含まれていない人口削減ということですよね。だからアジア人、イスラム教徒、アジア人、そして黒人から南アメリカ、ラテン系等々のそうですね、白人は入ってないんでしょうね。根底にあるのは有色人種差別ですね。砂月さん、まさにそういうことです。ということで、だからケムトレイルなんかももう全世界規模で
人口削減計画に沿ってやってるんでしょうね、あれほど。中国、ロシア、ありとあらゆる国でやってるんですよね、あれ。だから単に、政治体制が異なるからやらないんじゃなくて、もう共通した世界支配階級の共通した戦略のもとで全世界で展開しているというのがケムトレールでしょうね。だから莫大な、予算と人力とエネルギーと時間を使って毎日せっせとですね、空を汚しているということで、おそらく、原爆の開発のマンハッタン計画と同じぐらいの規模と予算から人員を動員してるんじゃないかというふうに思われますよね。雨の日も風の日も快晴の日も全世界でケムトレールで、有害物質をまき散らしているということですよね。それがその真実が隠されているからほとんどの人がまだ気がつかないという恐ろしい事態ですよね。そういうことです。そしてこの石井さんの書かれた本ですね、日本自衛隊の闇組織秘密情報部隊別班の正体と、これですね。これアマゾンの紹介記事をアップします。これですね。三島由紀夫と接点があったと、別班は。だからクーデターなんかも三島がおそらくこの別班の別班に誘導されて、クーデターを起こそうとしたかもしれないですね。何らかの自衛隊とのコネクションがなければあんなことしないですよね。ということです。そして今日の映像ですね。これは石井暁記者が記者会見で河野太郎に必要に脱原発はどうなってんのかというふうに、追求した映像ですね。これは必見の価値がありますよ。K さん、米国内のケムトレイル散布に人種は区別できないでしょうと。そりゃそうですよね。でもアフリカなんかに対してはもう完全に黒人人口を削減するという目的でケムトレイルは利用されてるんでしょうね。これ記者会見の発言ですね、これ。
共同石井記者、大臣はかつて脱原発の考え方をお持ちでしたが、現在のポストで変わらないのでしょうかと。で、河野太郎防衛大臣、所管外ですからお答えは差し控えますと。共同記者、一政治家として聞きますと。河野大臣、所管外ですと。そして、一政治家として聞きますと。河野太郎、結構ですと。共同記者、なんで答えないんですかと。一般政治家として関わっている河野太郎、閣僚ですから、閣僚として所管内のことだけ点々点と。で、立ち去るんですね。で、共同記者、政治家でしょうという、なかなか面白いですね、場面ですね。これは東京新聞の望月記者が菅官房長官に対してやったのと全く同じですよね。ジャーナリストとして当然聞くべきことを聞いてるわけですよね。だからアメリカなんかのジャーナリストはそれは当然のこととして聞くんですけど、日本のヘタレですよね。新聞記者、ほとんどヘタレということでしょうね。砂月さん、熊本大分地震の震源地はいずれも自衛隊基地と。そうですね、自衛隊基地の地下深度 10km が震源地だったんですね。熊本大地震、怪しいんですね。それから直後に、放射能の空気線量が急に上がっちゃったんですね。熊本と八代ともう一つ3つの大都市で。普通ありえないですよね。K さん、アフリカにはエイズが選択的に、B 型肝炎ワクチンを通じて、流行させましたと。新世代が亡くなり、子供たちが親世代が亡くなり、子供たちがそうですね、大量のエイズで、両親が殺されて残された子供たちが大変な思いをしたということでしょうね。ということです。今日の一言ですね。これは先週金曜日の放送のメインテーマ、小泉進次郎の正体、それから自民党農林部会長として2017年に彼が犯した3つの国家犯罪に関する、私の一言ということでまとめたんですね。これは、先週金曜日のブログ記事からの抜粋ということですね。1、小泉進次郎の最初の国家犯罪は2017年2月に自民党農林部会長として多種多様な種子を保護する目的の種子法をわずか12時間の国会審議だけで強行採決で廃止させたことだと。でその目的は日本の農業の根幹をなす種子の多様性を禁止してモンサントなどの多国籍企業に種子と農薬との肥料ですねのセット販売を許可して日本の農業を外資に売り渡し農業を破壊するためだと。これが1から2、小泉進次郎の2つ目の国家犯罪は自民党農林部会長としてモンサントの主力の農薬ランドアップの主成分である人体に有害なグリホサートの基準値を国際基準に合わせて大幅に緩和したと。で小泉進次郎は自民党農林部会長として農業と遺伝子組み換え種子の世界最大企業モンサント社の有力農薬
ランドアップの主成分である猛毒グリホサートの基準を最大150倍に緩和したんだと。これが2つ目の国家犯罪ですね。国民に対する国家犯罪と。で3つ目、小泉進次郎の3つ目の国家犯罪は売国だと。これは小泉進次郎の正体がジャパンハンドラーズの司令と米 CSIS 戦略国際問題研究所の工作員である以上、彼の存在理由が売国度であり、彼は政治家である限り売国度は運命なんだということなんですね。だから売国度の運命を逃れるためにはもう政治家を辞めるべきなんですよ。辞めればいいんですよ。というのが今日の一言ですね。これアップしますね。これはブログ記事からの抜粋です。マイナス9。で、このブログ記事と URL。これ一箇所に入るかな。なんだこれ。こっちか。そうですね。で、1、最初の国家犯罪は農林部会長として種子法を廃止したと。だから種子の多様性を保護するための種子法を廃止しちゃったんですね。その目的は日本の農業破壊と、多種多様な種子の育成を禁止するということですね。モンサントに日本の農業を売り渡すという売国ですね。から2つ目、これはランドアップ、モンサントの主力農薬ですね。ランドアップの主成分である猛毒グリホサートの基準を緩和しちゃったと。最高150倍に緩和しちゃったんですね。ライ麦なんていうのが 0.3 グラムだったのがそうですね、国際基準の5グラムにしたんですね。小泉進次郎はこのグリホサートをたった12時間の国会審議だけで強制的に廃止しちゃったんですね。違うわ、12時間じゃないわ。これは廃止のあれですよね。だから緩和ですよね。150倍、最大150倍の緩和しちゃったと。それから彼の正体、これは売国度っていうのは彼が CSIS の工作員である以上、彼の存在意義、唯一の存在意義なんですね。利用価値なんですね。だから彼が政治家である以上、
売国奴として機能せざるを得ないという運命なんですね、彼の。ということです。今日の一言で、今日の注目情報ですね。これは私も参加したんですけど、早稲田クロニクルが現在も週に2回ですか、講演会を企画してるんですね。アリンコの知恵袋ということで、第1回目、8月の何日かな、1回放送をお休みして、月曜日ですよね、8月の月曜日に、早稲田大学で開催された第1回目のアリンコの知恵比べと、知恵袋ということで、第1回目は元のニューヨーク・タイムズの東京支局長の何でしたかな、マーティン・ファクラーさん、彼の話だったんですね。まあまあ面白かったんですけど、でもいまいち物足りないなという、なんかいまいちこうしっくりこないなという印象を持ってたんですね。で、これの講演のポイントをですねまとめた元の早稲田クロニクルの記者だった女性がまとめてくれたんですけど、それを今日の注目情報で取り上げるんですね。でこのタイトルがぬるま湯の日本メディアオンリーワンのニュースをというあれなんですね。このタイトルの設定の仕方自体もいまいちしっくりこないというのが私の感想なんですね。だから私は彼に質問 しようとして手を挙げたんですけど、時間がなくて、質問できなかったんですけど、彼の話だと、日本のメディアぬるま湯に、いると。それで活字紙媒体からコンピューターパソコンですよね。そして、アメリカではパソコンからスマホに、媒体が移っちゃってるということで、日本はまだ紙媒体からようやくいわゆるネット媒体に移行し始めただけで、その次にいわゆるスマホでですね iPhone の小さい画面で、ニュースを見ると読むというのがアメリカではもう主流になっちゃってて、それの最先端がニューヨーク・タイムズで、成功しているということで、彼は、ニューヨーク・タイムズが切り開いたいわゆる小さなスマホの画面で、いわゆる長い文章は読まないですから、最初に見出し、非常に分かりやすい見出しが並んでるような紙面の作り方をしないと取り残されるよという話だったんですね。で私はそのことは興味があるんですけど、でも紙媒体からコンピューターパソコン媒体からスマホ媒体になっているという流れは確かにそうだと思うんですけど、でもトランプみたいにですね、いわゆるツイッターを駆使して140字以上の長い文章は書けないと、あるいは長い文章を我慢強く論理展開を理解しながら結論分析をしていくという、傾向がですねどんどんこう廃れていくということに対して、やはりそうじゃないんじゃないかと、トランプ的な人間がどんどん増えていくと
いうことに対する危機感をですね、彼も持つべきだと思うんですよね。それと私が一番聞きたかったのはアメリカで日本と違って、記者クラブ制度がないと。そしてジャーナリストがトランプの報道に対する弾圧規制等々に完全と反旗を翻しているということで、今年の初めでしたかね、ボストンか、ボストングローブという地方紙が音頭を取って、トランプ政権による報道弾圧に抗議する、キャンペーンをですね、開始して、それに、全米の新聞社1400社以上が協賛して一斉に同じ社説を第一面に掲げるようなキャンペーンを行ったということが放送などで取り上げましたけど、それじゃあ翻って日本では例えば沖縄タイムズとか琉球新報が音頭を取って安倍晋三内閣による報道規制とか報道弾圧に対して一斉に同じようなキャンペーンを張れるかというと張れないんですよね。そのように音頭を取る地方新聞もないと。でたとえ沖縄タイムズとか琉球新報がそのような社説を掲げて、で、他の新聞社に、統一行動のキャンペーンをやろうというふうに誘いをかけてもですね、まずどこも乗らないというのお寒い状態が日本ですので、それじゃあそのような差がですね、どっから来てるのかということで、それじゃあ戦うジャーナリズムを日本で育てるにはどうしたらいいのかというところまで突っ込んでですね、彼に聞きたかったんですけど、中途半端だったんですね。そういうことで、彼の講演の要点、なかなかよくまとまった要点ですけど、を今日の注目情報として取り上げたということですね。砂月光さん、小泉進次郎議員も言っている何悪徳議員の政治資金管理団体、国民を踏みつけにする悪徳政治家の手口、合法的に相続税等を逃れると。これって脱税でしょと。アッサンの暇つぶし。これ安倍晋三がやったあれですよね。いわゆる政治資金、管理団体にですね、できるだけ、個人資産を移すんですね。だから安倍晋三の父親の安倍晋太郎の資金管理団体に3億円も安倍晋太郎は生きてる時に、つぎ込んだんですね。そして、安倍晋三が死んだ後、安倍晋太郎が死んだ後ですね、安倍晋三がその資金管理団体を受け継いだということで、本来だったら1億5000万円の相続税を払わなくちゃいけないんですけど、資金管理団体のために無税なんですね。脱税なんですね。これがこれでしょ、このことを言ってるんでしょうね、おそらくね。だから資金管理団体が相続税の脱税の温床になっているということだと思うんですね。あとまともな記事が書けそうなのはどこ、長州新聞ですね。そうですね、長州新聞とリテラ、それから田中隆作さん、時々なんかベネズエラの記事なんかはちょっと違ってましたけどね。あとハンギョレ、それとどこですかね、あんまりないですよね。ということです。
で第2回目の、講演会のレジュメが今日来てましたんで、それは明日ですね。注目情報として、電通がいかにして、オリンピック2020年東京オリンピックを利用しているかという元の電通マンが講演した記録ですね。なかなか面白いですね。で次に今日の推薦図書ですね。ジム・ロジャースさん、なんか東京に来て、記者会見したみたいですね。日本への警告ということで、今日は何回目 ?19 回目 ?20 回目だ。20回目ですね。今日マニュアル主義を見直せというところですね。2ページ3ページぐらいですね。ここ読みますね。マニュアル主義を見直せと。日本が20世紀に成功した理由の一つは島国という地理的条件にあると。同質性の高い社会で似通った思考方法が団結力を生み、この国に成功をもたらしたことは間違いないと。しかしそうした強みと表裏一体して社会が硬直化しやすいという弱点も持っていると。これは先に指摘した外交に対する差別意識にもつながる問題だと。私は以前から日本のそうした部分を感じていたが、2回目の世界一周の旅でこの柔軟性のなさは救いがたいと感じるようになったと。1998年末から2001年末にかけての世界旅行の途中で富士山の近くでレストランに入った時、ライスだけ食べたいと注文するとメニューにないものはお出しできませんと断られたんだと。いろいろな寿司がメニューに書いてあるからライスはあるはず。そう思いウェイトレスに何度も再度お願いしたが、それでもライスは出さないという。結局私はたくさんのマグロの寿司を注文し、別に茶碗を持ってきてもらったと。そしてマグロを脇にどけてシャリを茶碗に入れて食べることにしたと。ウェイトレスに見ろ、ライスはあるじゃないかと言ってみたが、彼女はライスはメニューにありませんと繰り返しただけだったと。これが私の作り話ならどんなに良かっただろうと。効率的なビジネスで世界中に知られた国は1990年当時にしては硬直性と過度の規制で窒息しかけていたと。この国を栄光へと導いたあの想像力と革新性は急速に失われ、敗戦直後の世代が持っていた活力と精神を失ってしまったと。1980年代の日本は違ったと。当時の日本人はできるかできないかにもかかわらず、何かを頼むと元気よくはいと言ってくれたもんだと。営業時間が多少過ぎても一生懸命に対応してくれると。ファーストクラスの国だったと。公務員である税関職員でさえ午後5時を過ぎても私たちの通関処理につきっきりで対処をしてくれた時には、何という素晴らしい国なのかと感嘆したことを覚えていると。かつての日本の良さが失われてしまったのは複数の要因が考えられるが、一つは過度なマニュアル主義にあるのではないだろうかと。日本人が一見外国人に対して不親切に思えるのもマニュアル主義が影響していることは否定できないと。マニュアルに外国人の扱い方が書かれていないから受け入れられないのだと。書かれていないのであれば自ら判断すればいいはずだろうと。マニュアルが時として人から判断力を奪うと。目の前の客や自分自身にとって望ましいことでさえマニュアルに書かれていなければできなくなってしまうのだと。日本では電車は時間通りに来るし、いつもコンビニエンスストアには生活に必要な商品が並んでいると。戦後の日本人が切り開いた時代とは全く違い、全てがオートパイロットになっているわけだと。こうした便利な環境も日本人から判断力を失わせる原因になっているのではないだろうかと。本来日本人にはホスピタリティの精神や起点が備わっているため、マニュアルがなくても一流の高品質なサービスを提供することは可能だと。事実として世界的に有名な日本の旅館にはマニュアルがないところが少なくないと。無論日々のオペレーションを効率化するためにマニュアルが役に立つことは否定しないが、車のハンドルと同じように何事も遊びを持たせなくては円滑に進まないものだと。時代に合わないマニュアルは廃止
主体的に日本人が能力を発揮できる環境を作ることができれば、真の意味でホスピタリティが高い国として世界中からより多くの人々が集まる国になるだろうと。これはまあ当たってますよね。ということです。マニュエル市場主義っていうかマニュエル原理主義ですよね。一人一人の個人としての判断力を奪っていくと、こういうことですよね。砂月さん、櫻井翔パパ、櫻井俊は総務事務次官から電通の執行役員に就任したんですね。K さん、ケムトレール関連ブログ、ペンタゴンは生物兵器を国民で実験していると。死亡率 80% を目指していた SARS 中国流行、中国で流行ったとは失敗作だったと述べられていたということですかね。はい、ということで今日のメインテーマですね。大手マスコミの嘘に騙されんなと。日経新聞による安倍内閣支持率 59% は大嘘であると。大手マスコミによる内閣支持率調査は全面禁止にせよと。そういうことなんですね。でこの世論調査は日経リサーチが9月11日12日両日に全国の18歳以上の男女に携帯電話を含めて、乱数番号 RDD 方式による電話で実施し934件の回答を得たと。回答率は 44.6% とのことで一見客観的に見えると。しかし電話ではなく街頭で同じ規模の人にランダムに聞いた場合に置き換えると安倍内閣支持率 59% という数字はありえない数字になるんだと。ですなわちですね、日経新聞が電話ではなくて JR 新宿駅改札口前を通行中の1000人にですね、あなたは安倍内閣を支持してますかと聞いた場合に置き換えるとどうなのかと。安倍内閣支持率 59% ということは回答した1000人の通行人のうち590人が安倍内閣を支持していると回答し、安倍内閣を支持していないと答えた人は330人ということであると。不支持率が 33% なんですね。で1000人ではなく100人に聞いた場合はどうなるかというと、安倍内閣支持は59人、安倍内閣不支持は33人と。それじゃ100人ではなくて10人に聞いた場合、安倍内閣支持は 5.9 人、安倍内閣不支持は 3.3 人ということになると。それじゃああなたの周りにの10人に聞いた場合、安倍内閣支持する人は6人もいますかと。日経新聞社の社員なら6人ぐらいはいるだろうと思われるが、一般庶民の周りにはゼロだろうと。せいぜい1人が2人だろうということなんですね。で安倍晋三が2012年12月に第二次安倍内閣を組閣して以来、今日までの7年間、彼が国民の利益になることを何かやりましたかと。安倍晋三と黒田日銀総裁がやったことは、デフレ国腹を名目にアベノミクスと言って700兆円もの税金と増刷紙幣を国民生活実体経済には使わず、ほとんどを博打経済金融経済に使ったため、日本国民は極度に貧困化したんだと。これでなんで 59% の人が内閣を支持するのかと。嘘を言うなということなんですね。で週刊フライデーが暴露したマスコミによる安倍内閣支持率の大嘘ということで、週刊フライデーが昨年2018年6月15日号で加計学園嘘つくネタも尽きてきたという記事の中でですね、写真があったかな。写真はないのか。写真がないんだ。
あったと。これですね。こういう写真のこの記事なんですね。だからこの当時は加計学園でかなり安倍晋三は窮地に追い込まれたんですね。で嘘つくネタも尽きてきたという記事なんですけど、この中に、自民党自身が毎月内閣支持率調査っていうのをかなり、真実に近い数字を上げて調査してるんですね。そうしないと実態が分からなければどのように操作してその実態から改善させるということができないんですので、自民党の世論調査が一番正確だろうと言われてるんですけど、この数字を週刊フライデーは暴露したんですね。で、自民党が調査した例えば2018年3月の支持率調査だと 39.4% だと。で4月になると 22.3% で5月になると 20.6% になるという、これがまあ実数に近い数字だろうということなんですけど、で同じ時期に NHK 調査でどのように支持率を報道したかというと、2018年3月は 44% って言ってるんですね、 NHK は。そうすると自民党の調査との差が 4.6%、 下駄を履かせたと。から2018年4月は38% となってるんですね、 NHK 調査で。自民党の調査が 22.3% ですから 15.7% の下駄を履かせたと。で2018年5月、これはNHK は 38% と4月と同じ。でも自民党の調査では 20.6% ですから17.4% の下駄を履かせたと。これが現実なんですよね。ということで、嘘に騙されんなと。特に日経新聞の内閣支持率というのは常に他のメディアよりも高いんですね。 59% と。バカ言うなと。これほどの悪性を繰り返して7年間も日本の政治を独占し、国民のためには一切何も役に立たない、逆に国民資産を横領して、そして自分たちの博打、いわゆる利益を生まない金融経済、株とか国債とか債券とか、あるいはデリバティブとか FX とか、あるいは商品先物とか等々のいわゆる金融経済の方にほとんどを700兆円のほとんどをつぎ込んだために、実体経済のはほとんど成長しないと。この2019年の IMF の日本の経済成長予測っていうのは 0.8% なんですね。中国が 6% なんですよ。中国の経済成長率が鈍化したというふうに日経なんか叩いてますけど 6% なんですよ。日本は 0.8% ですよ。700兆円もの国民資産を国民から吸い上げて、それじゃあどこに行ったのということですよね。そういう状況の中でなんで安倍内閣が59% の支持率があるのかという大嘘をつくなということで、日本の大手マスコミによる内閣支持率調査っていうのはもう全面禁止にすべきだと、こういうことなんです。で関連記事として、日経のこの内閣改造評価 45%、 内閣支持率 59% と、これの新聞記事ですね。それから憲法改正議論すべき 77%、 これも完全に日経新聞の世論操作ですね。来年の安倍が狙っている憲法改正を明文にした衆議院解散総選挙に向けた世論調査ですよ。これは議論すべきが 77% ですね。ふざけんなと。憲法改正なんか誰も議論なんかする必要ないと。誰も緊急な課題とは思ってないですからね。
だから特に日経新聞ってのは悪辣ですよね。ということが今日のメインテーマです。世論調査、野党支持だと答えるとガチャ切りだそうです。そうなんですね。だからこれは自動音声で、最初あなたは自民党支持ですか、あなたは野党支持ですかっていうのは聞くんですよね。で自民党野党支持ですって言うとそこでプツンと切れるんですよね。だから彼らのやってる世論調査っていうのは完全にやらせだということですよ。砂月さん、香港はソロスの CIA から革命なのか自由の市民革命なのか判断は難しいところと。いやこれはもう完全にあれですよ、自由の市民革命でしょうね、ほとんどがね。ということで今日のメインテーマのポイントをアップします。現在61分なんだ、51秒ですね。55名の様が同じ時間帯で視聴され、全体で146名様、コメント数が43件ということですね。今日のメインテーマ、大手マスコミの世論調査に騙されんなと。特に日経新聞の第4次安倍内閣支持率 59%、 嘘だろうと。この世論調査は日経リサーチが18歳以上のにアットランダムで電話で世論調査したということなんですね。でしかし電話ではなくて街頭で同じ規模の人にランダムに聞いた場合に置き換えると安倍内閣支持率 59% っていう数字はありえないということがすぐ分かるんですね。で例えば毎日何十万人が乗り降りする JR 新宿駅の改札の前に通行人1000人に対してあなたは安倍内閣を支持してますかどこですかと聞いた場合に置き換えると 59% の人が支持しているってことは1000人の中で590人が支持してますと。で内閣不支持率が33% ですから330人の人が支持してないと。590人が支持し330人が支持しないということと同じなんですね。それじゃあ1000人じゃなくて100人にすると59対33と。それじゃあ100人じゃなくて10人にすると 5.9 対 3.3 ということですね。そうすると自分の周りの10人にもしもですね、あなたは安倍内閣を支持してますかと聞いた場合 5.9 人が支持するということになるんですけど、そんなことはありえないでしょ。私の周りにはゼロですからね。あなたの周りもおそらくゼロで、ほとんどの周りの人が10人に聞いたら誰も支持する人いないと。そのうちネトウヨみたいのが1人か2人混ざってるかもしれないですけどね。ですから 6.9 人5.9 人 59%5.9 人っていうのは日経新聞の社員の世論調査なんでしょうね。彼らはエリートですから、いわゆる、金融経済で、儲けた人間がほとんどですからね。
ということですね。世論調査、電話でなければ、経団連逮捕か、自民党本部前で聞くだけ聞くだろうと思うと。経団連前か、経団連前ですね。いや、だからそうですよ。経団連前、経団連の中じゃないですか。前じゃなくて、経団連の中から日経新聞の中、日経新聞の社員が例えば3000人いるとすると、3000人を対象にしてやってんじゃないですかね。59%っていうのは。ということで、だからあなたの周り10人に聞いた場合、安倍内閣支持の人は約6人もいますかと。ありえないですよね。一般庶民の周りにはゼロだ。誰もいないよと。安倍内閣なんか誰も支持しないよということでしょうね。で、安倍晋三が2012年12月に第二次安倍内閣を組閣して以来、今日まで7年間、彼が国民のために何かいいことをしたんですか、一つでもしたんですかと。一つもない。こんな内閣、今までなかったですよね。自民党内閣の中でもね、最悪だよね。安倍晋三と黒田日銀総裁がやったことは、デフレ克服を名目にアベノミクスとして700兆円もの、税金と増刷紙幣を国民生活実体系図には使わず、ほとんど金融経済に使ったと。その結果、日本国民は急速に貧困化したんだと。その中でなんで 59% も支持してるのかと。嘘もほどほどにしろということでしょう。それと「週刊フライデー」が自民党の世論調査の数字を暴露したと。これは去年ですけどね。ちょうど家計問題で安倍晋三が追及された頃ですね。で、フライデーの昨年2018年6月15日号で、家計学園嘘つきネタも尽きてきたという記事の中で、自民党が独自に調査した自民党内閣支持率、安倍内閣支持率の調査結果を暴露したんですね。と以下は自民党とそれから NHK による数字、内閣支持率どう違うのかということで、3月、4月、5月、3ヶ月間ですね。マイナス33。ちょっとこれはあれかな。それでこれが自民党の調査結果、3月4月 39.4 が40、
NHK が44だから 4.6% 下駄を履かせてると。4月は 22.3% を 38% ですから 15.7%。そして4月はもっとひどいですね。 20.6 のところを 38% にして下駄が 17.4 と。だから平気で 20%、30% の下駄を履かせてるってことでしょ。ということですね。それで、関連記事として日経新聞のこの嘘報道ですね、これ 59%。日経新聞だけじゃないですよ。もう共同時事、読売、日本テレビ、朝日新聞、 TBS、富士山系、全部そうですよ。砂月さん、途中ですが用事につき指定しますということですね。というのが今日のメイン。それともう一つだ。いわゆるもう一つ、その憲法改正議論すべき 77% っていう、もう完全に憲法改正に向けた自民党と連動した世論誘導ですね、これね。稲田朋美というとんでもない極右ファシストが自民党幹事長代行になった途端にですね、もう全国遊説すると。憲法改正に向けた。だからこれと連動してるんですよ、これ。日経新聞は。ということです。今日のトピックス。これは平和、令和新選組の山本太郎氏が明日、明後日から、北海道で、全国ツアーを開始するという、案内が来たんですね。これの案内で、ぜひ北海道の方は参加してくださいということで、全国ツアー28日から18日から28日ですね、北海道ツアー予定。18日、19日、18、19。うわ、1日ずつやんないとダメですね、これね。19、19が礼文島から稚内、18が利尻島、利尻島か、18が利尻島、19日が礼文島から稚内と。から20日が網走ですね。20日が網走。北海道広いですかね。大変ですよね。おしゃべり会っていうのがあるんだ。おしゃべり会が網走であると。それから21日、これは釧路ですね。22日が釧路が2日間。21日も釧路、
で23日、22日釧路さん、23日根室、で24日札幌、25日旭川、26日も旭川、それで27日が帯広、で最終日の28日も帯広と土曜日ということです。ぜひ北海道の方参加してください。ということですね。これが1です。で2が甲状腺がんになりうる経過観察の子どもたちが3500人いるという日刊現代。恐ろしいですね。日刊現代の記事です。異常ですよ。3500人も危険性があるという子どもたちがいるっていうこと自体がもう組織的に隠されてるってことでしょ、患者数が。それと毎日新聞、内閣支持率上昇50% に進次郎氏起用評価6割、毎日新聞みんな同じなんですよ。横一線なんですよこれ、日本のマスコミは。捏造支持率から進次郎を国民のアイドルに仕立てると。サウジドローン攻撃受け、原油生産が半分だったと、 50% 停止だと。これはかなり深刻ですよね、サウジにとってね。唯一の収入ですからね。AFP、 これの URL、 それからイギリスですね。強行離脱なら医薬品不足、低所得者打撃と政権内部の文書が重々開示されたと、首相境地にということで、もしもジョンソン副首相がやろうとしている合意なき、ブレグジットなればですね、いわゆる国境ですよね。ユーロトンネルのところに国境がありますんで、そこで全部が通関業務が個別になるわけですよね。そうすると膨大な渋滞が発生するから物流が滞っちゃうということで、特に医療品医薬品が滞っちゃう
低所得者層に大打撃が来るという内部的な調査報告書があって、それを重々政府は国会の、法律でですね、国会の要請で重々開示したということで、だからジョンソンの強硬策っていうのはやめるべきなんですよ。ろくなことないんですよこれ。から日本反韓国内閣スタート、閣僚ら先を争って韓国叩きということで、ハンギョレ新聞ですね。韓国叩きで反韓感情を煽って、これはもうあれですよね、もう意図的にやってるんですよね。で一気に会見に持っていこうという世論誘導してるわけですよね。から今日の重要情報、好感度モンスター小泉進次郎のすべて他人事なぜ本性、すべて他人事な本性と、汚染水は管轄外と、加計問題はフェイクと、被災地を支援する側に回れという、これリテラですね。要するに何もないんですよ、あいつ。主体的な話はできないんですよね。だから自分とは関係ないですと、管轄外ですというふうに言い逃れをするという、河野太郎と全く同じですよね。所管外ですと。これのリテラの URL ということですね。ということで時間がもうギリギリですね。1時間22分ですね。50秒ですね。56名様で、視聴者数のトータルが163名様、コメントが87件ということですね。ということで、桃太郎さん、内閣支持率を行うマスコミはマスコミ自身の公平性を証明するため、第三者団体によるマスコミ支持率をも合わせて行うべきと。今のマスコミの世論調査はオレオレ詐欺の支持率であっても6割が支持するだろうとですね。だからもう禁止すべきなんですよ。大手マスコミによる疑惑だらけの内閣支持率調査っていうのは全面禁止すると。でやるとしたら第三者のいわゆる独立系の世論調査専門機関っていうのが NGO とか NPO あるはずなんで、そこにやらせるということですよね。だから韓国にしてもアメリカにしてもフランスにしてもいわゆる先進国では世論調査っていうのは信頼性がまだまだあるんですよ。日本だけですね、これほどめちゃくちゃな世論調査結果が世論誘導の道具としてずっと使われているというのは異常ですよね。ということで今日の放送はこれで終わりです。時間がそうか日本時間の夜の11時何分 ?53 秒53分、もう12時近いですね。ということで申し訳ないですね。非常に夜遅くなって、午前様になるところですね。ということでたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコイント、たくさんの、そうですよね、偽りの世論調査内閣支持率を毎月毎月さまざまな媒体がやれば信じるでしょうね。安倍内閣 59% の安倍内閣支持率っていうのはさすがでも信じないんじゃないですか。ということです。
今日の放送、月曜日ですね、大変遅くなりましたけど、これで終わります。また明日火曜日ですね、9時前後には始めたいといつも言ってますけど、始めたいと思ってますんで、またよろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。終わります。